こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガーファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。メンバーシップ動画も更新したので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。まずオンチェーン関連では、2010年から BTC を保有してたクジラが2万 BTC、コインベースに送金したのが観測されています。昨日のブータンの送金もそうですけども、ここ最近、古参クジラの送金が目立ちますね。あと昨日の米国の ETF のフローは、ブラックロックはまだ公開されてませんが、現時点では全体でマイナス 3.7 億ドルの純流出となりそうです。2日連続の流出となりそうですが、週間ではプラス16億ドル以上のプラスにはなりそうですね。イーサも現時点ではマイナス 0.59 億ドルの純流出となってます。香港は更新なしとなってますね。ビットコインの価格は現在9万1200ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米ニューヨーク連銀製造業景気指数、米小売売上高などがありました。全体的に消費、景気改善示唆に見えるんですけども、米市場開場後はですね、米ドル安、米金利下落傾向、米株各指数は調整となってまして、ただビットコインは単独で強く反発して、再度9万1000ドル突破、仮想通貨関連株も反発した展開となっています。米国債金利は 4.441 を推移しておりまして、ナスダックが2394、S&P 500が5881、ダウ平均が43,444、キングゴールドが2562ドル、日経平均が38,642円、ドル円が 154.28 円となっています。先物の方では、OI は全体でマイナス 1.60%、額としては554億ドル相当、比率として全体ではロングが50.6%、マイナス意味はショートが 56.2% と上寄りになっています。今後の指標としては、11月19日に米証券投資、米住宅着工件数、10月20日に中国のローンプライムレート、CPI、PPI、10月21日にトルコの中銀政策金利、米フィラデルフィア連銀景況指数、米地域失業保険申請件数などが控えております。他アナリストの見解ではですね、ファンディングレートの上昇や Google 検索の増加などから個人投資家からの需要が増しているとか、あとはゴールドマン・サックスやモルガン・スタレーなど銀行側の ETF 買いが第4四半期以降も加速するんじゃないかとか、あとはトランプ政権下で仮想通貨規制は推進されるけども、米国がビットコインを準備金にするのは実現する可能性が低いとか、JP モルガンらの見解が注目されてますね。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では、現物や ETF の売り傾向が出ているものの、指標警戒からの買いの方が強くて、一旦反発するんじゃないかと。なので、11月16日、AM6 時時点のビットコインは昨日の 88,145 ドルよりも上という予想でした。結果としては指標発表後ですね、米株は調整に入りつつもビットコインは単独で強くなってまして、判定時間11月16日 AM6 時時点では91,447 ドルということで、昨日の 88,145 ドルよりも上なんであたりです。昨日当ててればいつもあと一歩なんですね。では次の予想ですね。本日はもう土曜なんで、次の判定は来週11月19日 AM6 時時点の予想になります。これはマジでむずい。あとおそらく先週同様連休中も続伸すると思うんですけど、来週のね、その米市場会場あたりで10万ドル近辺だった場合、大きな調整が来ると思うんですね。それがね、どこまで調整入るか、そして調整入った場合、19日の AM6 時時点でどこまで戻ってるかがちょっとわからないっていう、現物 ETF の動向を見る限り、もうイケイケの空気ではなくなってるんで、あんまりね、反発に期待できない可能性があるんですね。10万ドルに向かって調整で8万ドル台まで落ちて、上がりきらずに週頭の初日平常みたいな、下ですかね。11月19日 AM6 時時点のビットコインは現在の 91,299 ドルよりも下、今回はこの予想でいきたいと思います。チャートだけ見たら時間足では 92,000 の攻防に向かっている状態、週足では上髭を回収している状態です。連休中どのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサの価格は現在3130ドル、BTC 建ては 0.0344 と、先物の方では OI は全体でプラス 3.1%、額としては176億ドル相当、比率としては全体ではロングが 52.0%、バイナンス意味はロングが 76.7% と上入りになっています。連日のファンドも虚しく、BTC 建ては続落となっています。ビットコインが10万ドルに到達した時に BTC 建てが 0.030 について、そこから反転できるかみたいな展開にはなりそうですね。単独で強くなれるようなファンダが出るのか注目ですね。あとその他の動向ではトランプ政権の人選が注目されています。
ロバート・ F ・ケネディ・ジュニア氏を米国保健長官に、元 SEC 議長クレイトン氏をニューヨークの南部地区連邦知事に指名となっています。で、このクレイトン氏が指名されたニューヨーク南部地区連邦知事局というところはですね、これまで仮想通貨界隈の大きい事件に関わっていた FTX のサムやセルシウスのマシンスキーらに対して数々の訴訟を起こしてきた力のあるところとされてるんですけども、今回このクレイトン氏が検事に指名されたことによって今後仮想通貨業界に対しての訴訟が少なくなる可能性があると、一部で期待されています。あと香港の規制当局の動きに関しては、とある海外の仮想通貨系企業2社が銀行のライセンスを取得してないのに銀行のキャッシュカードと称してサービスを提供しているところがあると、銀行法違反に当たる可能性があるとして2社に対して警告を出しているようですね。一部の人にとっては思い当たる節がある事例なのかなと思います。あとは韓国がアップビットの調査に入っているという報道が出てます。身分証明書の確認を行わずに約50万件のアカウントを承認していた疑いで調査に入っているとのことですね。アップビットは今では韓国を代表する取引所になってますんで、万が一事業停止など食らった場合ですね、アルト市場にも影響が出ると思います。こちらの進捗にも注目ですね。あとアルト関連ではイーロン・マスク氏に対して起こされていた同時の集団訴訟の和解が報じられています。これは2021年にイーロン・マスク氏が同時を煽って高騰した時にイーロンが先に仕込んでその後売却したんじゃないかということで、インサイダー疑惑で訴えられてたんですけども、今回裁判所に和解案が提出されたとされています。最近のトランプ・イーロンタッグの影響で同時が高騰したことから、結果オーライということで和解に至ったんじゃないかとも言われてますね。同時の価格は現在 0.37 ドル、BTC 建てはマイナス 1.4%、時価総額は6位ですね。大統領選以降未だ高値維持してます。ATH 前のカップ結成となってますが、今回の和解でさらに続伸できるのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。